本当どんずばの競合っていうのはないような状況です。ここの優位性をちゃんと生かせるように先々にサービス展開していければなと。企業とかリアルな社会の課題とかそういった部分に対して探究的な学びをやっていく、今付き合いのある企業さんも含め長い付き合いになっていくいい流れになるかな。子ども環境周りというのは変わってきている部分があります。ごっこランド、リアルイベント、アジア展開、やっぱ着実に進めていきながら成長していきたいと思っております。株式会社キッズスターの代表取締役、平田と申します。本日はよろしくお願いいたします。早速ですね、我々のキッズスターという、会社のご説明とですね、でどういったものをなりわいにしているか、そういったところも含め詳しくご説明させてもらった後、質疑応答に入りたいと思っております。親子と企業をつなぐキッズスター。キッズスターは親子の好きを育む3つの事業で企業のマーケティング活動を支援しています。主力サービスは国内800万のファミリーが利用するごっこランド。導入企業は90社を超える社会体験アプリです。お仕事体験をはじめとする企業パビリオンはすべてオーダーメイドで開発。思いを込めたものだからこそ伝えたいメッセージがファミリーに届き、理解と共感が生まれます。この世界観をそのままに全国の商業施設でごっこランドエキスポを開催。リアルでも企業、ブランドの原体験を創出することが可能です。そしてこの体験は国境を越え、ごっこワールドとして世界中へと広がっています。幸せな家族のおうち時間の中で毎日楽しく利用されることで、家族でのお出かけの時、スーパーでの買い物の時、自然と選ばれる、そんなブランドを一緒に作りませんか？親子と企業をつなぐキッズスター。我々ですね、名前がキッズスターっていうところで、いわゆる子供を主役に置いて、いろんなサービスを展開していこうといったところでですね、我々の思いとしては、この子供と社会の距離をね、近づけていきたいと強く思っております。そんな思いで始めたこのごっこランドというアプリが現在800万以上のダウンロードの方まで成長してきまして、改めてこの10年以上ですね、この事業を続けてきて、気づきとしましてはですね、やっぱり夢中になって成長し続ける子どもというのはこの世の中を変える力があると思っています。その子どもの夢中をですね、社会が支援していくこと、いろんな好き、得意が生かされる社会を子どもたちに見せていくことでですね、いわゆる子どもたちがなりたい自分のために学べる環境を作っていく、主体的に学んでいく子どもたちを増やしていくといったところは我々の使命だと思っております。はい。なので、このようなミッション、ビジョンですね、社員一同でも話し合いながら決めてですね、一丸となって、現在活動しておりますといったところです。大体成り立ちなんですが、2013年にこのサービスを開始し、正直なかなかユーザーが集まるまでっていったところで言うと、参画いただけるクライアントもうなかなか増えずですね、苦労しましたが、着実にダウンロードを積み重ね、このご支援いただける企業もサービスも含め現在のところまでやってきたといったところです。で、会社としてはですね、もともとこのアイフリークモバイルという上場会社の一事業としてスタートして、事業譲渡という形でクックパッドへ一旦ジョインしますと。で、そこからMBO で、独立し、現在は工夫カンパニーの子会社として活動中となります。非常にちょっとややこしい流れになりますし、この辺もし詳しく知りたいということであれば、後でご質問いただければなと思います。では、改めての当社の主力事業のごっこランドというアプリのご紹介となります。ユーザーはですね、完全無料で、実在するこの90社以上の会社のお仕事、社会体験ゲームができるアプリとなっております。わかりやすいイメージとしては、キッザニアさんってご存知でしょうかね。そのキッザニアさんのデジタル版のようなものだと認識してもらえばなと思います。で、毎年ですね、1年でこの、いわゆる2億回以上遊ばれるこのアプリに、企業はパビリオンという形で出展が可能でして、現在では月額の定額制の2年契約で、まずはスタートを参画いただき、その後も更新いただければ継続的に出展料をいただきながら、サービス運営をしているといったような状況になります。
この実際ゴッコランドの売上でどういう計上されるのという質問をよくいただきますので、ご説明させていただければと思います。受注してですね、いわゆるこのアプリのゲームを開発するのが、約6ヶ月ぐらいかかってきますと。で、この開発が終了し、実際にゲームが配信された時点から、2年間、月次で均等に売上が計上する形となっております。はい。学校で学んだ水や防災のことをここでも知れて楽しかったです。卵とかクイズができて嬉しかったです。いろんなものが作れて楽しかったです。で、ゴッコランドのリアルイベント事業でございます。で、これゴッコランドエキスポと銘打っております。で、基本的にはこの大型のショッピングモールなどで、参画いただいた出展企業のですね、オリジナルのワークショップを作成し、子どもたちに、これは無料で参加いただけるような内容となっております。で、ビジネスモデルとしてはお子様は基本無料。で、収入元としては2つございまして、いわゆる集客、来場者の満足度向上につながるとして、施設側からイベントの運営委託料として報酬をいただいております。で、加えて、ワークショップの参画企業からイベント出展料として、報酬をいただいておるという、この2つの入り口があるといったところも一つ特徴的なポイントになっております。今年は30カ所ほど開催しましたけども、ワークショップの内容を含め、いわゆるユーザー様、あと企業様ですね、いわゆる今まではゴッコランドで、そしたら毎月30万回プレイされてますと。で、こういう具合で子どもたちを最後まで遊んでますも含めあるんですけど、やっぱりなかなか顔が見えない部分だったりはしたのが、このエキスポを見ていただくとですね、子どもらがどういう関わりを持ってですね、やっているのかとか、それを喜んで持って帰っているワークショップのものとかを見るとですね、非常に満足度高い形で、終わっているといったところで、そういった部分もあって、非常になんでしょうね、これ自体可能性というのは、ますますこう広げられるなというような感触を得ております。今後ですね、このゴッコランドのビジネス拡大、いわゆる成長を考え、今後ですね、このゴッコランドのビジネス拡大、いわゆる成長を考える上でですね、重要な要素、このアジア展開についてとなっております。はい。で、現在においてもですね、やっぱりこの子どもは増え続け、経済成長する中、これからさらに子ども市場も拡大期に入っていくこのアジア地域に、いわゆるゴッコランドをですね、このアプリとして入っていくこと、で、ゴッコランドエキスポの、いわゆるリアルでも、両面この取り組みをセットで拡大していきたいと考えています。で、この日本で築けたですね、このゴッコランドブランドの立ち位置をアジアにおいても再現しですね、現状においても類似サービスといったものはない状況ですので、日本同様ナンバーワンの立ち位置を目指していきたいなというふうに考えております。はい。それでは、2025年12月期ですね、第3四半期の推移ですかね。はい。前年同期比としてはですね、大きく伸ばすことができましたといったところです。で、大きな要因としては、ゴッコランドエキスポのですね、いわゆる夏休みの需要の取り組みが効いているかなと思います。はい。で、こちら累計で見るとですね、通期計画に対して、順調に推移しているといったところでございます。はい。で、こちらはですね、四半期ごとの業績推移を見ても、着実に成長を積み重ねてきておりますがですね、営業利益に関してはですね、夏場ちょっとプレイ回数が伸び悩み、解消するためにですね、広告費の増額を行ったこととか、サービス回収にですね、ちょっと人員をかけて、やった部分もございます。そういったところが影響している部分となります。はい。はい。次、ダウンロード数、プレイ回数の推移ですといったところですね。ダウンロードは累計で800万を超えてきましたと。はい。で、プレイ回数に関しては先ほどちょっとありましたが、第一四半期
大きく伸びを示してきましたが、8月もっと伸ばせる相当ではございました。そこでの伸び悩みもありましたが、現在原因の方はですね、特定しておりまして、そこ自体の回収に当たっております。で、ここはまた成長曲線に乗せていきたいなと思っております。で、パビリオン数も計画通りですね、97店で着地することができ、今期100店舗を超えるところに持っていきたいなというところでございます。はい。で、こちら今海外の方で出しているですね、ベトナム版のみになりますが、ベトナム版のダウンロード数、プレイ回数になっております。で、ダウンロード数は非常に好調でして、9月でほぼ1年半ぐらいですかね。で、200万ダウンロードを超えてきていますといったところです。で、ベトナムでも夏休み時期でもあるですね、この8月にはプレイ回数も月間400万回超えておりまして、で、その後も今現状においてはキープしているような状況ですので、日本でこのゴッコランドが始めてから2年間のこの同期間で比べるとかなり速いペースで成長してきているということが言えると思います。はい。それでは我々の主な成長の考え方、伸ばし方といったところですが、はい。非常にシンプルなところもあるんですが、日本、アジアともにですね、現状顧客数×顧客単価で売上が大体見えてきますと。なので、基本的には営業体制を拡充しですね、日本、海外ともにこの新規出店の企業様を増やしていくこと、顧客数を増やすことにかけるですね、このゴッコランドの価値向上による顧客単価アップですね。この中でもゴッコランドエキスポの拡大がですね、近年の顧客単価アップをですね、貢献してきているようなところになります。牽引しているといったところですね。はい。で、直近においてはこの顧客数アップ、単価アップのこの相乗効果で、しっかり成長していきたいというところになります。引き続きですね、パビリオン数の数に関しても営業体制のところは拡充しているところですが、直近ではですね、この人気の IP ですね、のコラボも実施しております。いわゆる仮面ライダーとかですね、そういったIP ものとも組んでいろいろ仕掛けを作っていっているといったところでございます。で、ユーザーを活性化させていくことでですね、サービスセンターの改善にも引き続き行うことでですね、いわゆるこの受け皿としてのサービスの質を上げていきたいといったところは、常時行っていこうというところでございます。はい。で、顧客数アップの取り組みですね、これ海外の方ですね。ベトナムにおいてもですね、現地法人の設立が今年のこの4月で、完了いたしましたと。で、以降本格的に現地での営業人員も増やしながらですね、進めておりですね、非常に商談数も確実に増えてきましたといったところです。それをしっかりですね、クロージングできるよう今動いておるといったところです。で、あとはベトナム以外の国へのアプリ配信ですね。これ先日、一昨日ぐらいですかね。はい。配信を開始いたしましたといったところです。で、ゴッコランドはまず多くのユーザーにアプリを使っていただきですね、アプリ自体の価値を高めた上で、企業様に協賛いただくというビジネスモデルではありますと。で、まずはですね、年内、この年内のところで開始ができればというところですが、ここは想定通り、できたといったところです。はい。で、インドネシアはですね、やっぱ皆さんご存知のように、年間出産数もですね、450万人、500万人近いところまで、まだ伸びているといったところです。で、今後さらに拡大していく魅力的な兄弟市場でありますと。で、タイにおいてはですね、逆に言うと子供のところは日本と同じような状況にはなってきておりますが、企業マーケティングの成熟度合いっていうのは非常に高くですね、より企業様に我々のサービスを受けてもらえる土壌があるといったところで、収益化に関しては早められるといった思いでこの2カ国に配信をスタートさせておるといったところです。はい。で、この顧客単価アップの国内版のところで言うと、まずはですね、ゴッコランドエクスポがですね、先5カ所でしたが、今期は30カ所で、展開がもう見えておりますといったところです。で、さらなるその先っていうのはですね、この数字をしっかり、クリアした上でですね、来年のニーズも見えてきた部分もありますので、しっかり拡大していければなと思っております。あと今年のこの10月にはですね、大阪の関西万博にてこのゴッコランドエキスポを開催いたしました。で、いわゆる大型で集客力の強いイベントでもありですね、参加いただくお客様、ファミリーもですね、想定を上回る形で盛況に終わりましたと。
で、これはですね、いわゆる通常モールで、行うといったゴッコランドエキスポよりも価格もアップした形で、実施いたしました。で、それもですね、すぐに埋まって実施できたといったところもありますので、それに応えるような形で、来年もですね、このような大型イベントっていったところもですね、ショッピングモール等に加えてやることで、単価アップのした形のイベントというのも、複数回取り組んでいきたいなと思っております。で、こちらはですね、顧客単価の取り組み、海外についても、7月にこのホーチミンの近くのイオンモールにて、ゴッコワールドエキスポをですね、トライアル的に実施しましたと。で、結果的にこれも非常に多くの来場者となりですね、この後の展開、期待を持てる形となりました。で、このようなイベントをですね、安定的かつ継続的に行うためにも、今、行っておるといったところで、この辺をしっかり準備してですね、次の展開を模索していきたいと考えております。はい。基本的には以上となります。はい。